こんにちは、アンナスです。今日は、紙刺繍カレンダー2023年の、作り方の動画を、今撮っています。まずカレンダーは結構、何年もずっと作り続けてきたんですけど、今回はテーマをバスケットにしたんですね。で、バスケットにしたってことは、バスケットステッチを使ってるんですけど、今まで紙刺繍でバスケットステッチを使ったことがなかったんです。で、いきなりちょっとバスケットステッチが入ってきたので、動画もかなり詳しく撮ることになりました。なので、かなり、応用編までしっかりたくさん撮ったので、今回は前半と後半に分かれています。で、今撮っている、今のこの前半部分に関しては、一番最初初心者の方が見ても分かるように、糸の使い方とか穴の開け方とかから説明して、でその後基本のステッチ、バックステッチ、レゼデージステッチ、あとなんだっけ、フレンチノットステッチで、あとバスケットステッチの説明を基本的なものをしています。でその後に後半の部分はバスケットステッチの応用編、あとレゼーデージとかチェーンステッチとかちょこちょこ出てくるんですけど、そういうのはもう1箇所とかだけなので、そういうのはその都度説明していきます。なので今回は3月4月をちょっと作例として使って、で後半の方はもう全部のページやりますので、それぞれご覧になっていただいて作っていただけると嬉しいです。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、紙刺繍カレンダーの中身をちょっと開けていきます。刺繍糸が入ってますね。刺繍糸と、あと作り方カラーで、3枚入ってます。2枚ですね。2枚、両面2枚ですね。失礼しました。で、ステッチ一覧表ですね。表と裏があって、あと刺繍糸のほどき方、作り方、準備ですね。これもちょっと後で動画でやります。で、メインのカレンダーが、2ヶ月分セットになっていて、こんな感じで、今年はファッションというかお洋服というか、テーマはカゴ編みをやろうと思って、カゴ編みができる図案を考えたんですけど、結果的にちょっとこう生活に馴染んだような感じの図案ばかりになりましたね。ガーデンとかもありますけど、割と服とかこうファッション小物が多めの感じです。で、ちょっと仕上がったやつもお見せしますね。こっちが仕上がりの方です。仕上がるとこんな感じ。穴開けて、糸を通してこんな感じになるんですけど、3月4月が結構ね、黄色がバシッと入ります。で、このカゴみたいに編むのが、簡単、原理は簡単なんですけど、ちょっとやり方がややこしいので詳しく説明しますね。はい、こういうそう11、12月は結構こうニットと北欧っぽい感じのカゴになっています。というわけで、早速説明をしていきます。はい、では刺繍糸の作り方を説明したいと思います。紙に25番刺繍糸の準備っていうので一応作り方は書いてあるんですけど、こちらの動画でも説明します。まずこういう25番刺繍糸っていうのは、このまま端っこの糸を引っ張ってこのまま使っていっても別にダメではないんですけど、便利な方法があるのでちょっと紹介しようと思います。まずタグを外します。で、外したらこのパッと見た時、ちょっと今引っ張っちゃったんですけど、パッとこう見た時にちょっとだけ出てる部分が絶対あるんですね。そこを持って全部引っ張ります。で、刺繍糸っていうのは8メートル入ってるんで、だいたいどのメーカーも。なので、まずこうやって全部引っ張ると、はい、
これで折ってやっていくと最後、使いやすい長さの65センチぐらいになるので、それをちょっとやっていきます。まずこの端と端を合わせます。で半分に折ります。で半分に折ったら輪になっている方と半分2つの方ですねがあるので、またこれを合わせて半分に折ります。半分に折る作業は2回やります。これをやると今度この輪と2つの端と、あと輪が2つできている方とこういうのができますね。で今度は三つ折りにします。こんな感じ。三つ折り123本ありますね。で三つ折りにしたらこれでだいたい65センチぐらいになるので、この輪の部分をハサミで全部バシッと切ってしまいます。こっちも。これでタグを戻します。番号がわからなくなるので、必ずこのメーカー名と番号は戻しておかないといけないですね。でこれでだいたいこの全部で65センチぐらいになるんですけど、マスキングテープでもいいし、なんかここちょっと硬いものとかなんかこの引っ掛けるものがあるといいんですけど、マスキングテープで留めておきます。でこの2つを無理やり3つに割って三つ編みをします。あんまり男性だと三つ編みとかできないかもわかんないですけど、できる人もいると思うんですけど、あんまり髪の毛を三つ編みにすることって少ない、やったことはない人が多いかもしれないんですけど、はい、頑張ってやっていただいて、でこの輪の部分から1本ずつ抜きます。でだいたいこのざっくり取るとこれが6本なんですね。でこの6本の中のさらにこれが1本取り、これが1本です。で例えば紙刺繍だと3本取りが結構出てくるんですけど、3本取りだからって言って3本一気に引っ張るとぐちゃぐちゃになるので、3本取るときは1本ずつ引っ張ります。で後で3本自分で束にして、でこれを針にセットします。針は3本取り用の針を使ってください。はい、こんな感じで長いのと短いのに分けておきます。でこの端っこは玉留めしておいて始めます。はい、これを全色ちょっと大変なんですけど作っていただいて、こんな感じで刺繍を進めていきます。はい、それでは穴を開けていきます。目打ちがあるんですけど、もう何でもいいです。目打ちだったらどのメーカーでもいいです。で、こういうなんか下に敷くもの、例えばカッター台、これがない場合は雑誌とか新聞紙とかなんかちょっと穴開けても大丈夫ないらないものをちょっと下に敷いて、で上に今回の紙刺繍のものを乗せて、でこの穴のマークがあるんですけど、ここを開けていきます。刺しながら針で開けるっていうことも可能なんですけど、それをやると紙がちょっとシワになりやすいんですね。ちょっと穴開けるの忘れてて後から1個だけ開けたりとか私もよくするんですけど、できれば先にこうやってちょっとでいいんです。すごいたくさんブスって貫通させなくても、ちょっとだけこう穴が開いてるのと開いてないのではやっぱりこの完成が全く違うので、出来上がりが違うので、ここはちょっと面倒なんですけど、こうやって穴を開ける作業をしておきます。
でフレンチノットのマークなんですけど、この白抜きの丸がフレンチノットのマークなんですね。でフレンチノットのマークのところはこの白抜きのど真ん中に穴を開けておいてもらえると良いかなと思います。では実際に、ステッチの説明をしていきたいと思います。このバスケットの刺繍でバックステッチと、バスケットステッチを説明していきたいと思うんですけど、6本取りなんですね。なので6本取るんですが、さっき説明した3本の場合は1本ずつ抜いたんですけど、6本の場合は6本でよりって言ってねじれができてるんですね。なのでもうこのよりのまま全部引っ張ります。なぜかというと、この全部ほぐしてしまうと刺繍している途中にだんだんこの糸がばらついてきて、1本だけビロンと長いのが出てたりとかするっていうことがよく起こるんですね。刺繍しているとだんだん糸がほぐれてきて、最後の方はそうなってしまうんですけど、それはしょうがないんですけど、できればこのよりがある状態で刺繍すると結構楽かなと思うので、6本の場合はほぐさないでください。で後ろは玉留めで、さっき穴を開けたのでちょっと全然見えないかもしれないんですけど、まずバックステッチ、基本のステッチですね。バックステッチを説明します。バックステッチっていうのはもう線の刺繍のことなんですけど、ここの持ち手がバックステッチなのでここをやっていきます。これで1目できました。でちょっと先から出して戻って同じ穴に刺す。これの繰り返しです。でこういう風にちょっと先に出して戻るで全然 OK なんですけど、裏も綺麗にしたい方、こうやって糸がモコモコしてきちゃうので、裏も綺麗にしたい方は、普通だったらこの先に行きますよね。でこの先に行かないでここに入れます。で普通に刺す。でその次は普通に先から出して戻る。でその次が3個目、ちょっと先に出すってやらないで、ここのさっき作ったステッチの先頭のところから針を出してこう入れるを繰り返していくと、裏が点々点みたいな感じでちょっとすっきりします。でももうそこまで気にしなくてもいいと思います。カレンダーなんで飾ってる時にそんな後ろ見えないので、誰かにこれカレンダー終わった後ここでカットしてプレゼントにちょっと添えようかなみたいな考えてる方は、こういうのもちょっと頭に入れてやるといいかもですけど、そこまでは強要はしないです。こんな感じになります。ちょっと先に出して戻る。でこの普通だとちょっと先に出してなんですけど、1つ目は普通に作って、2つ目は、一番先頭の穴から出してこんな感じで、またちょっと先に出して、この2つを繰り返しですね。ちょっと先に出して戻るっていうのと、この1つ目の穴の一番先端のところの穴から出して先に進むっていう、この2パターンを繰り返すことによって、裏が点々点になりますね。で、今見ていて
針引っ張るの硬そうだなって思われた方いらっしゃると思うんですけど、実際に6本取りの針を紙でこう通そうと思うと結構この引っ張る力が必要なんですね。3本取りとかだとここの糸の本数が少ないのでそこまで手が痛くならないんですけど、今回6本取りのバスケットステッチがもう毎回出てくるので、もしお家に指サックとかある方、私はこのクローバーのちょっと指が小さいので手がすごい小さいんで S サイズがちょうどぴったりなんですけど、普通だとだいたい M ですね。もうこういうゴム製の指サック、なんか100均とかで売ってるやつでいいです。紙めくる時のやつですね。でなんか最近は紙めくる時になんかここの部分だけしかゴムがついてないらしいんで、ちょっと全体的にこう覆ってるゴム製のものがいいです。もしくはなんかゴム手袋、最近よくみんなコロナで薄いゴム手袋とかよくはめるようになりましたけど、レジの人とか、ああいうのでもいいみたいです。これをやるとだいぶ手が楽になるんで、もしよかったらこれを使ってください。で、次バスケットステッチの説明をしようと思います。バスケットステッチっていうのは縦と横に編んでいくんですね。どちらでもいいです。先に横に糸を渡して縦に編んでいってもいいし、縦に渡していって横に編んでいってもいいんですけど、私の縦にやってるので、じゃあちょっと縦で説明しますね。ちょっとね、手先がやっぱ使いにくいといえば使いにくいんですけど、ここ戻ると最後がここで終わっているので、ここに戻ると糸が戻ってしまうんで、もうちょっと諦めて次のところからやります。ここを縦に渡します。これで端っこも入ってますね。なので今のうちに入れておきます。はい、これ縦に2つ入りました。裏は今こことここしか出てないですね。なんか行ったり来たりすると結構糸が節約できるかなと思うんですけど、ぐる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 やってもいいと思います。これで渡していきます。はい、端まで渡せました。で、今糸が下にいるんですけど、ここまたここに戻ると糸が戻ってしまうので、糸をちょっとだけめくって外側から出します。で、バスケットステッチっていうのは編んでいくステッチなので、ここからもう糸を紙を触らないで糸だけで編んでいきます。まず上下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 って感じでこう交互に編んでいきますね。でこうできたら引っ張る。ちょっとゴムが引っ張る時はゴム必要なんですけど、編む時はあんまり硬いので手先がうまく、使えないのでちょっと外しておきます。で最後上で終わってるので、糸のこの下に入れていきます。最後上で終わってますね。で一番下はやってないですね。じゃあ次またこの穴から2段目を編んでいきます。
2段目はさっき上で終わっているので逆ですね。今度下上下上下上って感じで編んでいって糸を引っ張る。で引っ張った時にちょっと整えてください。でこうギュギュッと引っ張って、ほんとなんか編み物織物をしてるような感じですね。でこの穴にそのままザクッと刺します。はい。でまた次、今度下で終わっているので次は上からですね。はい、上下下上下上、はい、交互にずっとこれをひたすらやっていきます。で今度は上から外側に針を刺す。はい、これでバスケットみたいな感じになってきたので、これを全部上までやっていきます。はい、ここで糸がなくなりかけなので玉留めで終わらせます。で玉留めの仕方は普通に縫い物の時みたいにこうやって玉留めをするんですけど、ちょっとやりづらいですよね。今もちょっと輪が上の方になってしまう。こんな感じでやってもいいし、マスキングテープで貼ってもいいし、あともう一つこうやってくぐらせる。どっかこうやってくぐらせて輪を作っておきますね。輪があります。でこの輪の中に針を1回通して引っ張る。これでも玉留めの代わりになるので、どちらでも好きな方法でやってください。でギリギリでカットして、でまた新しい糸を出してバックステッチ、バスケットステッチをやっていきます。はい、これでバスケットステッチが完成しました。で完成したら外側をぐるっとバックステッチをまたやるので、どこか近場のところから針を出してバックステッチですね。でバックステッチになるとちょっとまた指が痛くなるので、指サックに装着して、これでバスケットステッチ、バックステッチをやっていきます。はい、ではここの、フレンチノットステッチをやっていきます。紙の時と布の時とそんなに変わらないんですけど、まず出します。下玉留めですね。出したら一回紙を机の上に置いて両手使えるようにします。で私は右利きなんで針を右なんですけど、左利きの人は左に針持って、で、少し上を持ちます。で針に2回巻きます。でこの針に2回巻いたのを手で保って同じ穴に刺してください。でこの時に玉留めを刺しちゃうとちょっとうまくできなくなる、絡まりやすいので、ここ気をつけてちょっとうまいこと玉留めを刺さないようにして、でここが大事ですね。これ今
こうぐちゃぐちゃなんですけど、これちゃんと引っ張ってぎゅっと引っ張って、でできてる状態を作ってから裏から引っ張ります。はい、こんな感じです。もう一回やりますね。ちょっと穴が近いんですけど、で最初の時は結構玉留めに刺しちゃったりとかする心配があるんですけど、2回目以降は大丈夫かなと思います。はい、少し上を持って空中で2回巻いて、針に2回巻いたのを保ったまま同じ穴に刺します。でしっかり引き絞って裏から引っ張る。出来上がり。3つあるんでもう1個やっときますね。2回巻いて同じ穴で引き絞って引っ張る。はい、これでビーズみたいな感じになったので、このままここは近いので続きでやっても大丈夫かなと思うんですけど、この距離でもちょっと気になるっていう方は1回ずつ玉留めしてカットしてやっていってください。なので、今回例えば黄色い部分がここだったりとかここだったりここだったり、結構いろんなところに黄色があるんですけど、裏あんまりここ一つでつながってる、ここ一つでつながってる、ここでつながってるぐらいにしておかないと、ここの例えばハンカチ全部やって終わってビューンとこのお花まで行ってここやり始めるとかだとちょっとね、ここ裏長すぎるので、そういう時はカットしていちいち玉留めしてまた新しい玉留めでやり始めるみたいにした方がいいと思います。仕上がりも綺麗だし、はい、これぐらいはいいと思います。これ以上あんまり糸が足らないように、このワンブロックずつで切るって感覚で。では次、はい、では今からレゼーデージステッチをやっていきます。レゼーデージステッチは放射状にレゼーデージを作っていくんで、最初玉留めがあるとちょっとやりづらいかもしれないですけども、しょうがないので、まず糸がこう真ん中から出てきますね。でこの時に玉留めちょっと後ろの指で支えておくと結構便利かもしれないです。で同じ穴に刺して、この時に玉留め刺しちゃわないように、刺さないようにちょっと後ろで指で押さえておいて輪を作ります。結構大きめに残しといた方がやりやすいです。で花びらのこの先から針を出して輪にくぐらせて引っ張ります。で引っ張った後にぎゅーっと引っ張ると細くなるんですけど、ふんわりさせる具合が結構難しくて、私がやってるレゼーデージも結構ばらついてはいるんですけど、だいたいこれぐらいかなでいいです。もうこの厳密に同じサイズにしようと思っても、もう糸がねいろいろ動いて無理なんで、こんな感じで、ここの最初にさっき出したこの穴のところに刺します。そう、穴は不用意にたくさん開けすぎると貫通しちゃって破れるので、できるだけ同じ穴を共有します。でこの輪を保ったまま輪を上で留めるって感じですね。でこう左右均等になるように、なんかさっきみたいにちょっとこう右がブヨンとなっていて左がキュッとこうまっすぐになってたりする場合はちょっと針で整えて、はい、こんな感じで結構ね、これが一番正解がわからないんで難しいってよく言われます。私も難しいと思います。はい、これで輪を残してこの頂点から針を出して輪にくぐらせて、でギュッと引っ張る。でこの時にもある程度調整しておくといいですね。でさっきの穴に針を刺して引っ張ってちょっと針でギュギュッと調整する、これの繰り返しですね。
はい、こんな感じでお花が一つできました。で、これで失敗するのがちょっと怖いなっていう方は、ここで1回ずつ玉留めして終わらせて、でやると後でやり直しがしやすいので、とりあえずこれで留めて、また新しい玉留めでやり始めるっていう風にやってもいいかなと思います。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。それではさようなら。